マホナコ研究所の磯村です。今回はゴーストノートオーディオのスワールズ紹介します。こちらのスワールズなんですけども、80年代のラック系トライステレオコーラスやデチューンコンプを1台にまとめたペダルということで、以前から気になっていたペダルです。サンプル機をねお借りして試していたんですけども、自分がね鳴らしたい使い方にはまったので、最終的に購入してペダルボードに入れております。ちなみに僕の使い方としては、コーラスはクリーンできらびやかなサウンドで、歪ませた時には濁らないサウンド、デチについては立体感と太さをね足せたことで、特に歪ませたサウンドと組み合わせた時に抜けの良いねサウンドが作れたという部分がありまして、導入を決めました。仕様について簡単に説明しておきますと、スワールズは左側のねフットスイッチA、B で2つの音色をね切り替えられる仕様となっております。今僕はこの青色 LED にコーラスとデチューンを組み合わせたサウンド、赤の LED にデチューンのみのサウンドを設定しております。ちなみにどちらもコンプはオフです。でギターはストラト、アンプはクリダのアビエーターで、ペダルボードにね実際入れてみた状態で鳴らしていきます。あと雰囲気的にねディレイとリバーブはちょっと深めにかけています。ではまず青 LED に設定しているコーラスとデチューンを組み合わせたサウンドを聞いてみてください。では次に赤 LED デチューンのみのサウンドです。まずはクリーンで鳴らして、その後ファズを踏んだ状態で鳴らしてみます。では僕のねペダルボードにおけるペダルチェーンについてなんですが、今聞いてもらったサウンドはペダルボードに入れた状態で鳴らしてまして、スワールズはプリアンプの後ろにつないでいます。スワールズの後ろにはデルバーブをつないでいて、ディレイとリバーブを鳴らしています。スワールズをプリアンプの後ろに置いた理由として、歪ませた時ですね、こういった時でもコーラスやデチューンかけても音がねやっぱ濁りにくいというのが一つです。でコーラスとデチューンは細かく説明するよりも実際にちょっと音を聞いてもらった方が分かりやすいと思いますので、これからつまみを触りながら紹介していきます。コーラスについて説明していきますと、プリセットモードがオフだといわゆるトライステレオコーラスサウンドとのことです。でプリセットモードをオンにすると
よりねこのコーラスサウンド、揺れがね深くかかるようになっております。では、まずプリセットモードをオフにした状態でつまみを触っていきます。レイトは揺れのスピードをね調節する分です。ミックスは原音に対してコーラスをどれくらい混ぜるか調整するつまみですね。でインプットはスワールドに入るね音量、信号をね調整するつまみで、このインプットを上げるとその音量を含めた音の出方が変わるんですけども、上げすぎた時にはちょっと注意点があります。これはねちょっと後ほど詳しく説明したいと思います。こちらのマニュアルモードですね、オンにするといわゆる裏モードに入ることができまして、コーラスのかかり方をねさらに細かく調整できます。裏モードに入るときはここのね真ん中のスイッチを押しながらつまみを回す。でコーラスに関して言うと3層のコーラスなのでセンターとライトとレフトの部分を調整できるんですね。でこれもね今からちょっと触って鳴らしてみたいと思います。僕の場合はライトとレフトはだいたい2時ぐらいで、センターを1時ぐらいにしています。でもしねちょっと迷うようであればとりあえず12時の位置から始めるのが分かりやすいと思います。もしくは、もうこれねマニュアルモードオフにしてね鳴らしてもいいと思います。ではデチューンについてですねエフェクトを見ていきたいと思います。でデチューンは原音に対してねピッチの違う音を重ねる感じで、結果的に音に太さやね広がりを足すエフェクトなんですね。デチューンのつまみはこの下の3つの分でして、でボイスは、そのデチューンで作る音のね、重なり方っていうんですかね、エフェクトのかかり自体を3種類から選ぶことができます。簡単に言うとこのボイスのつまみを右に回していくことで、より派手にねエフェクトがかかります。ではねこのまずボイスを3種類、左回しいっぱい、真ん中右回しいっぱいみたいな感じでサウンドをねチェックしていこうと思います。一番右にするとエフェクトのかかり方がね割とこうはっきりするというか派手な感じになることが分かると思います。僕の場合は真ん中ですね設定しております。このデチューン自体ですね、次のこっちはピッチのずれ幅っていうんですかね調整するつまみでして、デチューンミックスはそのエフェクトのかかり方をねどれぐらい本当に混ぜるかミックスするかというつまみです。で今からこのデチューンとデチューンミックスを触っていきたいと思います。僕の場合であると大体デチューンは10時ぐらいで、デチューンミックスが12時前後ぐらいかな
設定してます。で、大体今は僕が言ったぐらいの設定ですと、その音にね輪郭が出てきて、太さも加わるような印象があります。で、このデチューンのつまみ3つをこう上げ気味にしてあげて、歪みとかね組み合わせても、これはこれでねやっぱ面白い効果が得られるので、この辺はねお好みではなるんですけども、ファズとかね歪みペダルと組み合わせて鳴らしても面白いですね。ちょっと一回鳴らしてみたいと思います。歪んだ状態にデチューンサウンドを組み合わせることによって、その輪郭もちょっとはっきりして、音もね少し散りにくい感じがするんですよね。結果としてね、例えばこうギターアンプのスピーカーから出てくる音はこう前にグッと出てくる感じもあって、僕は個人的にかなり気に入ってます。コーラスとデチューンを組み合わせたサウンドについて見ていきたいと思います。コーラスとデチューンですね。コーラス単体、デチューン単体で鳴らすことはできるんですけど、お互いにね混ぜ合わせて鳴らすこともできます。で、僕の場合青 LED の時にはそのコーラスとデチューンを組み合わせたサウンドを設定しております。コーラス単体でもきらびやかなサウンドが鳴って良いんですけども、ちょっとねこう音が細く感じるというか、ちょっとね奥まって引っ込むように感じ聞こえたんですよね。そこにデチューンサウンドをね少し足していくことで、その奥行き感、立体感でありますとか、太さがね加わっていくんですね。で、まずコーラスサウンドだけちょっと鳴らしてみて、その後ねこのデチューンのミックスをね足していきたいなと思います。デチューンを足していくと、そのね音の輪郭と差が出るっていう話があったんですけど、本当にそこがねコーラスサウンドと相まって良い感じに鳴らせますんで、是非ねコーラス単体で鳴らすのもいいんですけども、デチューンをね少しミックスして鳴らしてあげてほしいと思います。コンプについて言いますと、いわゆるねこのスワルズのコンプは VCA コンプと聞いております。例えば僕だったらコンパクトベードのね LA2A っていうのかな、ナチュラルなかかりをするコンプも持ってますし、あとラックでいうとねその今まさに言った DBX のものも持っております。比べるとそのラックのね DBX 系のサウンドのようなね感じがしました。割とこうコンプかけていった時にコンプかかってるなっていうのがね分かるような感じのタイプですね。コンプモードは裏モードでこれも入るんですね。この真ん中のスイッチを押しながらボイスを回していきます。で、一番左回しにするとコンプオフで、右に回していくことでねこうちょっと音が変わるところあるんですね。そこでコンプがオンになります。で、コンプがオンになるとこう弾いた時にここにある4つの LED がこう光るんですね。めちゃくちゃコンプかかってる状態だったら一番右端まで LED がつくという状態なので、一応ねこうパッと見ててそのコンプのかかり具合なんかも分かるようになっております。ではコンプオフの状態鳴らした後にコンプオンにしていこうと思います。コンプオンの時はアタックとセレショルドここで調整できるんですね。12時の1で鳴らしてみたいと思います。
コンプをねオンにすると音が少し丸くなってコンプ感がね分かりやすくね出てきますね。ただ僕の環境だとコンプオンにするとねちょっと音量が下がるので、そこがね難しいところでして、でインプットをね上げてあげれば音量はねこう調節はできるんですけども、上げすぎてしまうと入力がオーバーロードしやすくなる問題点があります。僕の使い方ですとコンプオンにするよりはコーラスとデチューンのミックス加減でね調整した感じで十分良かったので、コンプオフにしてます。今ねそのオーバーロードって話をしたんですけど、気になった点と注意点ですね詳しく説明していこうと思います。気になった点としては、まずねその入力レベルの調整がねシビアということですね。こう弾いた時に、それこそさっきのコンパの話もそうなんですけど、じゃあ音量が下がったからインプット上げてあげればいいって話なんですけど、そうするとですねここの LED がね赤く点滅するんですね。で赤く点滅した状態ですと、いわゆるオーバーロード気味ということで、できれば、そのオーバーロードしないように設定をしてあげたいんですね。で特に僕が使ってるねマリーアンプってところのプリアンプの場合割とねマスターボリューム上げ目にして使いたいので、そうするとね LED が点滅しちゃって、オーバーロード気味になるっていうのがあるので、インプットのねセッティングも、初めねなかなか苦労しました。あとはノイズですよね。例えば僕がつないでいるようにプリアンプの後につなぐ場合だったらいいんですけども、このスワールズ単体だけでエフェクトオンにした時にねちょっとねこう後ろで鳴ってるノイズが気になるという人もいるかもしれません。解決策としては、僕みたいにプリアンプとかですね、強いちょっと信号があるものを前でオンにした状態でつないであげる、もしくは手前にね歪みペダルなんかを踏んで常時オンにしておくとねそのノイズとかは結構目立ちにくくなります。僕なんかはねオーバードライブとかって基本的にこのギターボリュームを絞った時にねクリーンクランチ作れるような感じで踏みっぱなしにすることが多いんですけども、そういった場合だったら全然問題なかった。もしちょっとノイズがね気になるよっていう方であれば今言ったように、手前で何かを踏んであげる、もしくはプリアンプの後にねつないであげるといいんじゃないかなと思います。でこのねもともとスワル自体がラックエフェクターをイメージして作ってるので、それこそアンプのセンドリターンとかね、その辺つないであげることが意図としてあると思うんですね。特に弾いた時にねこっちの LED が赤く光らなければ OK ですし、赤く光った場合は、このインプットの調整、あとはですね各ミックスですね、ミックスレベルを上げていくことでオーバーロードしやすくなるので、僕なんかもそうなんですけどね、コーラスはだいたいミックスが9時手前ぐらいですし、デチューンもだいたい12時前後ぐらい鳴らしているプリアンプがしっかり鳴らしきれる状態に対してこのスワルズがオーバーロードしないセッティングにしてますんで、ここだけね追い込む必要があるかもしれません。おすすめしたい人としては本当にねきらびやかなコーラスサウンドが欲しい人ですよね。あと本当に歪ませても音が濁りにくいコーラスを探している人にはおすすめしたいです。でコーラスに関してと僕もねアナログコーラスが本来好きで、それこそボードにはねジャムペダルズのウォーターフォールというペダルを入れてました。これはボスの C2 系のペダルなんですけども、クリーンサウンドで踏むにはねすごい良かったんですけどね、歪ました時はやっぱちょっと濁る感じが気になったんですね。でそこがこのスワールズに関して言いますとやっぱり濁りにくい。やっぱね歪ませたサウンドで弾いててもやっぱりちゃんと音が抜けてくるし、綺麗にコーラスがかかる感じあったんですよね。でこのねスワールズもそこに期待してちょっと試してみたんですけど、それが本当にね狙い通り歪ませても綺麗にコーラスがかかるし、ちゃんと音のね立体感なんかも出るということで気に入った点です。であとはねこのデチューンサウンドですね。特に歪ませた時なんかそうなんですけど、音の輪郭なんかがちゃんとね出てきますし、結果としてねこの抜け感っていうかな、音が飛ぶ感じとか変わってくるので、もう入れてるとね気持ちいいですね。もちろんクリーンサウンドでオンにしててもうずっとかけっぱなしでも弾けそうなね雰囲気ありますので、一度体感するとね結構やみつきになるサウンドなんで、デチューンサウンド知らない方はねぜひ試してみてほしいと思います。という感じで今回はゴーストノートオーディオのスワルズ紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。